球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は初代ゼットンと初代キングジョーがガチ対戦をしたらどうなるかという考察をしていこうと思います。ルールはこのチャンネルの最強怪獣ランキングの動画と同じルールで、お互いの情報は知らない状態で地球で向かい合って用意ドンで勝負です。ゼットンとキングジョーの個体はそれぞれ初代の個体で勝負です。まず初代ゼットンの性能紹介からしていこうと思います。初代ゼットンは攻撃力、防御力、特殊能力のバランスに優れていて、ゼットンの中でも非常に優秀でエリートな個体です。攻撃面で言えば基本的な近接戦闘能力はウルトラマンを圧倒するほどの打撃力、それに加えてキャッチリングをぶち破るパワーがあって申し分ないでしょう。遠距離でも悪名高い一丁度の火球という必殺技があって、これが当たれば波の敵なら勝負が決まってしまうこともあるほどに高火力な技です。遠近ともに隙がない攻撃力です。防御面ではまずウルトラマンの打撃をほぼシカトできるほどの体の硬さがあります。そしてスペシウム光線を完封できるほどの強度を誇るバリアを張ることができて、波の遠距離攻撃ならほぼこれだけで通用しなくなるでしょう。攻撃面と同じく防御面でも遠近ともに隙がないです。そして何といってもこの初代の個体は特殊能力に優れています。先ほどのバリアに加えてウルトラマンを翻弄したテレポート能力も持っています。この能力は後の作品で登場する Z にも使えない個体もいるような能力で、ハイパー Z イマーゴなどの上位種を除いた原種 Z の中ではこの初代 Z が屈指の使い手です。仮に Z の強固な防御力を突破できる近接攻撃、バリアを突破できる遠距離攻撃があったとしても、この能力でかわしてしまえば無意味というわけです。そしてさらに特殊能力があって、敵の光線遠距離攻撃を吸収して跳ね返す能力があります。この能力で我らがウルトラマンを倒してしまいました。敵の遠距離攻撃はバリアで防ぐか、これで跳ね返されます。このように全く隙がないように感じる元祖最強怪獣 Z なんですけど、無理やり弱いところを上げるならばスピードがそれほど速いわけではないことと、耐久力、ゲームでいうところの HP もそれほど高くない点ですね。続いて初代キングジョーの性能紹介です。初代キングジョーは後に出てくるキングジョーに比べてスピード、特殊能力は劣るんですけど、シンプルなパワー、防御力は非常に優れた個体です。攻撃面は基本的な近接戦闘能力はウルトラセブンを圧倒できるほど強力で、シンプルなパワーは凄まじいです。近距離攻撃ほど強力ではないにしろ、デストレイという破壊光線が打てるので遠距離攻撃の手段もあります。あと船も投げます。攻撃面は遠近ともに強力で、特に近接戦闘能力が高いです。そして最大の特徴は近距離だろうが遠距離だろうがありとあらゆる攻撃を全て受け切ってフル無視できるほどの圧倒的な防御力です。セブンの打撃、エミリウム光線、アイスラッガーを全て受け切って完封しました。とにかくカチカチでシンプルな打撃でダメージを通そうと思ったら相当な火力が必要です。遠近関係なく硬さは正義と言わんばかりの防御力です。特殊能力的なものは特に持っていないんですけど、4つに分裂して空を飛ぶことができて、そのまま戦うこともできます。スピードは速くないどころか遅いんですけど、空を飛べることで機動力はカバーできるし、防御力がとにかく凄まじいので攻撃をかわす必要がないので、それが弱点と言えるかというと微妙だと思います。ロボットなんですけど長時間戦闘が可能ですので、弱点らしい弱点はないと言ってもいいと思います。はい、いよいよ戦闘開始です。ゆっくり近づいてパワーでご利用しして倒そうとするキングジョーに対して、ゼットンはおそらく初代ウルトラマン戦と同じくテレポートで背後に回り込んで遠距離攻撃を仕掛けるでしょう。キングジョーはそれに対応できずにもろに直撃を受けますが、ほとんどダメージが入りません。Z に対して同じ遠距離攻撃デストレイを放つキングジョーですが、Z はそれをバリアで完封、お互いダメージが入りません。それにより近接戦闘に突入します。お互いウルトラマンやウルトラセブンより強力な打撃をもらいながらも殴り合うんですが、決定打にはなりません。しかし防御力とパワーでわずかに勝るキングジョーが徐々に押していき、マウントポジションを取ってタコ殴りにしますが、ゼットンはそれを跳ねのけ、なんとか脱出して距離を取って一丁度の火球を放ちます。一丁度の火球がキングジョーに直撃しますが、それでもまだ決定打にはならず、Z に向かっていきますが、Z はテレポートで距離を取り、さらに火球を放ちます。
近づけないことを悟ったキング・ジョーは再びデストレイを放ちますが、待ってましたと言わんばかりにゼットンはそれを吸収跳ね返してキング・ジョーに直撃します。圧倒的防御力でそれでもまだ倒れないキング・ジョーでしたが、それ以上はゼットンに対抗できる手段がないため、持久戦でそのままゼットンの勝利という結果でした。キング・ジョーは圧倒的防御力とパワーはおそらくゼットン以上なんですけど、ゼットンにダメージを与える手段が限られすぎているので、持久戦の末ゼットンの勝利というのが妥当だと思います。もしキング・ジョーが勝つパターンがあるとするなら、近接戦闘で逃げられる前に一気に型をつけるパターン、4つに分裂して飛行して4方向からちまちま遠距離攻撃する陰キャ戦法パターンかのどちらかになると思います。ゼットンもキング・ジョーもそれぞれ個体によって性能が違うので、違う個体同士で対決させるとまた違った展開になるかもしれません。皆さんは初代ゼットン、初代キング・ジョー戦ったらどうなると思いますか？コメントで教えてください。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。